いしょ。失礼します。実はこんなにいろんな人の手で一皿でこんなたくさんの人が関わってるんだっていうのを知って面白くなっちゃって、今日も変わらず一級品だなと。貝出しがあります。もう濃厚。カキフライの仕込みですね。よいしょ。粉末にした桜のお塩みたいな。カキの女の大将になりたいですね。目標としては三陸のカキで宮城を変えていきたいと思ってるので、あとやっぱりカキ好きにはたまらないお店にしたいです。今仙台朝市にある海の掟というところでアルバイトをしていまして、そこの海の掟の大将にちょっとプロデュースしていただいてて、仙台朝市寿司仙台銀座にも、そこも同じ会社なんですけど、大将はもうオーナー業をやりたくないみたいな、もうオーナーごともう投げちゃう。だから自分もここのオーナーをさせていただいてます。最初の方はプレッシャー感じまくりだったし、不安も感じまくり。教室に入った瞬間、第一声目が「おかみ」でした。おかみって結構大きいじゃないですか。でも習おうって決めたからには覚悟もあっての名前なので、カキの女の大将になりたいですね。言っちゃっていいですか？かきむきです。かきむきが一番大変。自分は一日にむくり多いですし、やっぱり腰にきますね。よし、よいしょ。海の掟というところでアルバイトをしていまして、そこで牡蠣に興味を持ったって感じです。学校の空いてる時間とか浜にお邪魔する機会があって、船に乗せていただいたり、牡蠣を割る作業をさせていただいたり、私ウェイトレスというかホールだったのでお皿に乗ってる牡蠣しか知らなかったんですけど、実はこんなにいろんな人の手で牡蠣って一皿でこんなたくさんの人が関わってるんだっていうのを知って面白くなっちゃって、自社の工場で毎日3トンの牡蠣を扱うんですけど、20キロだけ一級品の牡蠣を送ってくださるので、もう今日も変わらず一級品だなと。本日は宮城県の女川の方です。気仙沼から松島の方まで結構幅広く取ってて、日によっては岩手とか取ったりしてます。あとお勉強で三陸産以外の西の方の兵庫県だったり広島だったりぎっしりしてるんだな、結構いろんな発見もあって
面白いですね。コース料理なのでむく量が決まってるので100個くらいですね。すいません、まかないにセリ雑炊ですね。酢飯を使った出汁がね最高で、浜の人たちって分別するの大変で結構捨てちゃったりするんですけど、お願いして持ってきていただいて、そのムール貝、赤皿貝とあと割れちゃったりちょっとちっちゃかった牡蠣を同じ鍋に入れて、あと天然魚ですね、天然魚のアラを入れて、そのスープをちょっとお出ししてるんですけど、すごい貝出汁が香ります。もう濃厚、昆布のお出汁がすごい効いてますね。カキフライの仕込みですね。ここでカキを剥いて揚げたてで出してますね。今はもうちょっと休みでも店にいますし、ずっとお店のことやってます。あと白締めのカキっていうのをやってるんですけど、1個だけポンって乗せるのでやっぱりインパクトあった方がいいなって個人的に思うので、自分は結構大きいものを選んでます。一番人気は生牡蠣と仙台セリのセビーチェが結構おかわり率が高いですね。トマトと自家製サルサソースの焼き牡蠣がとっても美味しくて、これは自家製のひ塩です。醤油を入れて麹を揉んで発酵させて作ったものです。これにつけるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。よいしょ。やるかい。自家製のひ塩につけたメカジキですね。本格的にちょっと学んでみないかって言われて、東京のお寿司屋さんで研修をさせていただいて、もともとあんまり料理してこなかった方なので、もうほんと基礎から教わって、東大でそこでいろんなものを感じて学んで、であと仙台帰ってきてからも仙台の80年続くお寿司屋さんに研修しに行ったりとか、はい、いろんな方に教えていただいたり支えていただいて、今の私があるなって思います。メカジキです。乾燥させて粉末にした桜のお塩みたいな。仙台セリのセビーチェですね。噂の美味しいといったものでございます。りんごとか玉ねぎをすりおろした自家製のフレンチドレッシングに、仙台といえばセリということでセリをちょっと混ぜて、牡蠣と仙台セリのセビーチェです。このお店で
いろんな牡蠣の食べ方を皆様に知っていただきたいなって思います。失礼します。いきます。やっぱり目標としては三陸の牡蠣で宮城を変えていきたいと思っているので、もうゆくゆくはそういう代表のお店というかなれたらいいなって思いますし、あとやっぱり牡蠣好きにはたまらないお店にしたいです。今回は牡蠣一品と、あとお寿司しかご紹介できなかったんですけれども、まだまだ魅力的な美味しいお料理ご用意しております。牡蠣好きな方はぜひ予約制なんですけれどもご来店していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。